はい、皆さんこんにちは。ソイビンセーブ・ザ・ワールド環境問題改善情報局ということでね、やっていきたいと思いますけど、基本的にこのチャンネルは気象変動を、止めるために一市民ができることというね、ここにフォーカスして、それに必要な情報を発信するという、番組なんだけれども、いつも講演でやってるの基本を教えたいと思ってます。で、気象変動を止めたいじゃない。でね、そのために僕が重きを置いてるのが、その気象変動で最大要因っていうのが、世界銀行の、顧問がね算出したデータで、全部の要因の最大 51%、 要するに過半数、これナンバーワン、これ何かっていうと、畜産だと。で、実際そのいわゆる自動車とか全ての運送手段ってあるわけじゃないですか。車、飛行機、船、トラック、なんだかんだで、全部足したものより畜産の方が大きいというのがもう今の主流の考え方です。それであれば、ここを何とかしようと。だからもうある研究者によると、全てのね運搬手段をある日止めました。でも気象変動は止まらないっていうね、おっしゃったりします。ですからここにフォーカスしてやっていこうと思うんだけれども、で基本的にはビーガン化とかね、菜食化っていう、言い方も一つ正しいんですが、僕は最初にビーガンって聞いた時に完全菜食主義者が正直な僕の印象は嫌だっていうねいや、そんなんできないっていう、ただ実際僕がやってるもうビーガン大体、ほぼビーガン5年ぐらいやってるんだと思うんだけど、自分がやってる感じっていうのはね、全然肉食の時代と変わらない食事をしてるような感じがする。何が言いたいかっていうと、いわゆる肉のようなプラントベース、いわゆる植物性のお肉に切り替えてるだけなんですよ。本当にね、言うなればね、肉食系でビーガンです。肉食系ビーガン、カレーだ、焼肉だ、ラーメンでも、いろいろあるじゃん。唐揚げとか、ちょっと子供っぽいメニュー好きなんですけど、全然毎日のように食べてて、それの動物性のお肉の部分を植物性のお肉、プラントベースのお肉にしてるという、それだけなんで、むしろ食事感として肉っぽい食事っていうのはビーガンになってからの方が増えたんじゃないのかなって、言いたいぐらい食べてるんですが、だからそういった意味で、前提として言っとくけれども、今から情報をね、それこそ情報を発信するんだけど、だから肉をやめましょうねという聞き方で聞かない方がいいと思う。そうじゃなくて、あなたの大好きなお肉をプラントベースのお肉に切り替えてみようぜっていう、そういう感じでね、肉好きな人、僕みたいに肉食系ビーガンを目指しましょうみたいな、そんな流れで言っていきたいんだけど、で今日の項目はね、人口爆発です。何をとってももうこれがあるから私も向こうでやってるわけで、人口爆発です。でこのグラフ、これは国連人口基金東京事務所から、勝手にお借りしているデータですけど、これ人口爆発曲線、意外と見たことない人が多いと思う。今少子化とかね、そういうふうにして、社会問題のように歌われているので、人口減ってるんじゃないのって思ってるかもしれないですけど、日本は若干減ってますが、基本的に先進国っていうか、いわゆるある程度豊かになると、出生数っていうのは減るんですよ。それはもうどこもそうです。でそれはなぜかといえば、基本的に大人たちが、子供を産んで育てるということ以外にもっと豊かになったので、もっといろんなことを楽しみたいと思うからなんですよ。それは自然の流れなんですけれども、それはさておいて、基本的にこの人口爆発、こういう状況です。でこのデータよく見てみれば分かると思いますけど、で紀元前8000年前に農耕牧畜始まったとかね、ここですね、この辺ですね、多分ね。で、これショートカットしてるからね、この辺かと思いますけど、ここのね、実際これショートカットしなかったら人類が人類が生まれたっていう今の科学の通説では十数万年前って言われてますんで、実際それに合わせてこのショートカットをね、これついてるショートカットを外すと、もうずーっとあっちの伊豆大島ぐらいまで行っちゃいますよ。これずーっとそのぐらいの距離感、地球上の人類の人口っていうのは大体このグラフで言うと、5億以下でしたね。十数万年かけて大体5億ぐらいで、5億ぐらいに到達したのはこれ今で言うと500年ぐらい前ですかね、このグラフで言うと。で、大体この産業革命始まるとね、書いてあるこの辺か。産業革命が始まって以降、ズドーンともうほぼ垂直に伸びてる。
これが、ね、実態で、2011年現在70億人ってことは大体今75とか6億人とか大体そのぐらいだって言われてますよね。でいわゆるこれが人口爆発って言われている、現象です。本当 Google で叩いてもらえばこのグラフ死のう出てきますから確認してもらいたいんですけど、でこのグラフを、僕が最初に見たのが20代ぐらいの時だったような気がするんですよね。たまたま親父の書斎のデスクの上にポンと置いてあったのかね、それでこのグラフちらっと見た時に単純な僕の感想としてはゾッとしました。これやばくないみたいな。どのぐらいのペースで増えてるかって言ったら、これね、1日に大体21万人ぐらい、1日ですよ、21万人ぐらい。21万人さ、大体、ここ東京都港区ですけど、港区の人口が大体その24、3、4万人ぐらいかな。大体だから1日に毎日港区が出来上がると。で大体1時間1万人ってことです、これ。亡くなった方も相殺して。でもっと言うと、この番組が始まって今5分ぐらいですか。5分ぐらいの間に800人ぐらいいるんですよ。もっと分かりやすく言うと、例えば僕1973年2月生まれでね、73年っていうとこのグラフで言うと、大体35億人ぐらいなのかな。そのぐらいの位置関係だから、僕は35億と1人目に生まれたと、そういう人なんですが、でそれから今年47歳なんで47年経って倍以上になってるんですよ。いいっすか。僕が生まれるまで十数万年前からガーッとこのグラフが伊豆大島からガーッと来て、それだけかかった十数万年、やっと35億人になりましたと。で私が生まれてたった半世紀も経たないうちにその数丸ごと増えたってことね。で、人口がものすごく増えてるっていうここをまず大前提に知ってもらわないと、なぜいわゆる植物性のおかずに変えて気象変動を守ろうのかって本気で言ってるかどうかっていうのが伝わらないと思う。だからこれが見れば分かると思うし、前回言ったようにこれマストだっていうことが分かってくれると思う。でね、人口が増えてるっていうことは何が起こるかっていうと、この我々の食をこの勢いで増えてる人口と同じように食の生産面積が毎日拡大していかなきゃいけないっていうことがポイントなんですよ。で、じゃあ1日20万人とかそのぐらい増える人口を賄うための耕作面積っていうのがだいたい138平方キロメートルと言われています。で、138平方キロメートルって言ったらどのぐらいの大きさかっていうと、いわゆる港区と新宿区、渋谷区、千代田区、中央区、台東区、文京区、豊島区、品川区、この9区全部足すと大体同じぐらいです。このぐらいの面積、毎日耕作面積として必要になる。で、頭柔らかくして考えてほしいのがね、人間の食ってどこから来るんだろうと。別にスーパーマーケットから来るんだけど、スーパーマーケットで生産してるわけじゃないよね。基本的には地面から育つ植物をベースにしているものがほとんど。当然海産物っていうのはありますよ。でもほとんどは地面から来て、それを直接食べる野菜類や果物類、それとそれを間接的に食べてる動物を食べるという肉類ですよね。でいずれにしろ地面が必要になるところですよ。ちなみに東京都の面積は今のペースで人口が増えていって、耕作面積として消化するにはたった16日です。東京都って言ったらここだけじゃなくて奥多摩からね、さっき言った伊豆諸島まで全部ですけど、そのぐらいのペースで人口が増えてるということをまず理解してもらいたい。そこでね、植物性のお肉に切り替える必要性っていうのはどういうことで起きてくるかっていうと、結論から言うと完全菜食主義者、いわゆるリーガンの人々に必要な耕作面積っていうのは大体200坪200坪あれば1年間賄えると言われています。ただこれが一般的な食事っていうのかな、動物性のお肉を食べるとか卵を食べるってなると20倍必要です。だから20の4000坪か。で、なぜ肉食がねどうしても環境破壊につながってるかっていうと、その耕作面積効率の問題で、いわゆる例えばね、大豆なんていうのを、大豆は世界を救うっていう番組ですから大豆を例に挙げますけど、大豆っていうのは大体この時期、今日は5月25ですけど、
この時期に、植えた大豆っていうのがもう7月8月頃にはもう枝豆として食べれます。もう直接タンパク質取れるって効率がいいんですね。で肉食の場合はいわゆる肉を作るために大量の穀物が投下されるんですよ。食用牛肉1キロ作るに必要な穀物っていうのは11キロです。これ、豚だと7キロ、鶏だと4キロと、いずれにしろ効率がものすごく悪くって肉食化が、進めば進むほど、ただでさえ先ほどのように、都心9区毎日耕作面積として、開墾してね畑田んぼにしていかなきゃいけないという、それを肉食化が、相当加速させるわけですよね。でそれによって、アマゾンの森林伐採だとか、いろんなね大事な自然というか、森林っていうのは基本的に調整機能ですから、地球のね、エアコン機能というか熱くさせないようにするだとか保湿をするだとか、そういったその森林っていったものが伐採されまくっていると。でその森林伐採の要因っていうのは8割9割っていうのが、これも正式な国連データで出てますけど肉食によるものです。でそれはいわゆる牧場として開墾されてるその土地もそうだけれども、一番でかいのがこの家畜に食べさせるための農地のためです。それがすごい勢いで広がっていると。簡単に言うと分かりやすいのが、森林が減れば気候が極端になってくる。分かりますよね。それは調整機能なんで、基本的には今の人口を賄うにはおかずを植物性のものにどんどんみんなで切り替えていかないと、気象変動は止まらないし、いずれ食べるものが育たなくなるしなくなりますよという話です。だからマストなんですよ。はい、とりあえず今日はね人口爆発の実態と、人類の、菜食化の必要性というんですかね、それについて話しました。続きはまた次回ということでやっていきたいと思います。どうもありがとうございました。